皆さん、こんにちは。こんばんは。ひろしちょうです。今回は、登場のポジションティアランキングと、その解説を動画にしました。実際の採用状況や入手難易度などを加味したランキングとなっているので、登場ポジションを集める優先順位をつける際の参考にしていってください。それでは行ってみましょう。まず、ランキングは基本枠5つと特殊枠1つに分類しています。基本枠は最高評価を SS 評価として、SS、S、A、B、C の5段階評価となっています。特殊枠は EX 評価として、唯一無二に規格外の効果を持ったポジションを分類しています。ティア表の見方は SS から C ランクは、表の縦列は上に行くほど強く、表の横列は左に行くほど強い評価になっています。それぞれの評価段階の分け方は次のようになっています。SS ランクは限定ポジションに並ぶか、それ以上の強さを持つポジション。S ランクは限定がないなら代用として優先的に採用されるポジション。A ランクは工場の中では強力なポジション。B ランクは A ランクには劣るが妥協として使えるポジション。C ランクはパワー不足なポジション。そして EX ランクは規格外、唯一無二の効果を持ち、S ランク、SS ランク級の強さを発揮するポテンシャルを決めたポジションです。さあ、ここまでランクとの説明でお待たせいたしました。登場ポジションティアランキング。まずは C ランクから見ていきましょう。C ランクのポジションはこちら。残念ながらパワー不足となったのはサービス開始時から存在したこれら4つ。さすがに最初期のポジションということもあって、バージョン 4.4 の現代基準で見るとあまりにも限定的だったり、シンプルに効果が弱いと言わざるを得ない内容となっています。一応、シューマーポジションは敵の攻撃力ダウンという独自の効果を持っていますが、ダメージ軽減ではなく攻撃力を下げるだけなので採用に至ることはないでしょう。続いて B ランク。ここからは各属性で妥協として採用できる程度のパワーを発揮してくれます。結果はこちら。この中でも個人的に最高評価にしたのはアナベラポジション。発動条件は炎属性限定ではありますが、貴重な会心率を上げてくれるリセット効果。ワンチャン、この効果目的で2セットを炎武器とともに採用する編成が出てくるかも、という期待も込めてこのような順位としました。お次は A ランク。ここからは属性ごとの最新の向上値ポジションと一芸に引いてた採用圏内にあるポジションが見られます。結果はこちら。2位のセミールはかつては向上最強と言われていたポジションで、その汎用性は今でも最高クラスです。今回は上位のポジションと比べると無条件でバフを発動及び維持できないことがマイナス評価となってしまいました。それでも入手手段が多いことと強さ自体は確かなものなので A ランクでも上位としています。そして1位のネメシスは意外に思う人も多いかと思われるでしょう。ネメシスは主にリセット効果を目的に採用され、その攻撃力アップのバフ量は 15% とリセット効果としては悪くない数値となっています。残念ながらバフが雷限定であることと、今の雷編成は火力で最近のこの編成にはどうしても劣るため、採用実績はあるものの、その頻度を加味して A ランクとしました。余談になりますが、3位のレビリアについては、実は限定ポジションを含めた雷属性のポジションの中で、唯一2セット効果で常時発動の攻撃力アップ効果を持っているため、その貴重性から若干順位が上になっています。さあ、お次は S ランク。ここからは現役の編成でも採用圏内の効果を持ったポジションです。結果はこちら。ここからは全てのポジションについて解説をしていきます。下から順に、まずはフェンリル。フェンリルは工場の2セットで会心ダメージを伸ばせるポジションの中でも唯一常時発動のポジションとなっています。主に異能編成で会心ダメージを盛るために採用されていて、この点においては最適編成のパーツとして活躍している現役のポジションです。異能編成以外では効果量の点から他のポジションを優先したいため、今回はこの順位としています。お次はエスター。エスターは非常に優秀かつ汎用的な2セット効果を持っていて、常時発動ではありませんが、攻撃力を最大 25% もアップしてくれる効果。物理属性で最新のアンカーポジションは2セットの常時発動で最大攻撃力 28% アップなことを考えると、効果量だけなら最新ポジションに迫るレベルの乗りっぷりとなっています。4セット効果は物理専用ですが、最大で 27.5% の物理ダメージアップが得られる優秀な効果となっており、物理編成においては妥協枠としてもかなり高水準なバフを得られます。順位を下げた点として、工場の中でもガチャ及び交換でしか集められないことと、
攻撃力アップバフの評価は現状、ダメージアップ系のバフには劣る点が挙げられます。それでも書いてあることは確かに強く、技能編成でも最良候補に上がるため、ガチャと交換にしか集められないポジションの中では優先度は最上位だと思います。続いてハベラ。2セット、4セットともに最終ダメージがアップする効果で、その合計は 29.5%。常時発動なのは4セットのみなので、メインアタッカーに装備しないと性能を十分に発揮できない点は多少使い勝手が悪いですが、重要なのはその入手難易度です。ハベラはボス箱でのドロップの他に、連合作戦をクリアすることでかけらを入手でき、かけら100個でポジション1つと交換ができます。集めるために時間はかかってしまいますが、逆に言えば時間をかければ必ず手に入るということです。無課金、理課金の人にとっては、交換以外で狙ったポジションを確実に手に入れられる貴重なポジションとなっています。かけらがドロップする日にスタミナ薬を投入すれば集まる速度も速くなるため、リソース管理の重要さを学べる点も個人的には高評価ですね。そんなわけで、ハベラポジションは S ランクの中でも3位とさせていただきます。さあ、お次は2つまとめて解説します。2位と1位は、黒と白。どちらも危険な HP を条件に発動する2セット効果を持っており、黒は HP60% 以下の敵に対して会心ダメージアップ。白は HP50% 以上の敵に対してダメージとシルブレがアップ。実戦ではイカロスなしでバフを盛ることが優先されるようになったため、現状は白の方がバフありで殴れる時間が長く、黒はバフなしで削る時間が長くなっています。このような環境的な要因と、白は4セット効果も短期決戦においては強力な効果を持っているため、幻影の序列のようなタイムアタックでは白4セットをアタッカーに装備することも検討されることがあります。さあ、いよいよ SS ランクの解説の前に、ここで特殊枠の EX ランクを発表しようと思います。結果はこちら。コバルトとクローディアの2枚。コバルトは2セット効果は汎用的なダメージアップですが、4セット効果は唯一無二の回避回数を回復する効果。それがどう役立つんだと思われるでしょう。実は今でも極右なアビスではこのポジションとアビスのバフを使って無限に回避をし続けられる編成が組めるのです。この編成をネメシスやピオナで使用すれば、チームに無限の回復を巻くことができる無限回復ヒーラーになれるのです。この編成、やってみるとわかりますが、恩恵とは思えないあまりにも雑なムーブが非常に楽しいんです。回避を連打しているだけでチームがもりもり回復していく。エスターもいれば HP シールドがもりもり溜まる。唯一無二のゲーム体験が得られる可能性を決めたポジションなんです。効果が唯一無二なこともあって、もしかしたら今後このポジションが必須になる編成が出てくるかもしれませんね。続いてクローディア。こちらは古参の人ほどよくご存知でしょう。かつて人権と呼ばれるレベルで活躍していたぶっ壊れポジションです。2セット効果は空中のターゲットへのダメージ、または空中攻撃のダメージがアップする効果と、空中で攻撃当てるとサイドジャンプができる効果。すでに怪しさ満点の効果ですが、空中攻撃でのダメージアップは、スキルや連携スキルにも乗るため、2ダメ以上に汎用性の高い効果となっています。ジャンプリセットは唯一無二ですが、完全におもちゃですね。さて、問題は4セット効果。スキル命中時に全武器のスキルクールダウンを早める効果と、スキル命中で発動する連携ダメージバフ。現在の武器のほとんどにスキルクールダウンクリアを受けないという文をつけた諸悪の根源の一人。幻冬においてはやってはいけないことが書いてあります。これがこのポジションの第一の罪。そして連携スキルダメージバフですが、倍率は最大 126%。これを見て、今時連携なんて3000から 4000% は出てるのに、それを 3126%、4126% にしてもねー、と思ったあなた。違います。この効果は、より簡単に言うと、連携スキルのダメージを約2倍にする効果です。そう。3000から 4000% が6000から 8000% になります。非常に頭の悪い効果をしています。正直な話、これを聞いた初見の人は、なんか倍率おかしくないと思われるでしょう。はい。おかしいです。なぜなら、こちらの効果、インフレが極まっていると言われている、いわゆる大陸版のあちらの効果より強いです。なんと、グローバル版で評価されちゃいました。そしてその評価値、なんと2倍です。インフレした大陸版の2倍強い効果がグローバル版に来ちゃったんです。
お察しのことかと思いますが、実装当時からしばらくはクローディア最強時代が主に氷属性で始まりました。最新の限定ポジションよりクローディアの方が強いなんてことも普通にありました。そんな伝説を残しているのがクローディアポジションなのです。現在はこの編成に入れると貴玉の連携が強化されたり、氷のロズリー、雷のメリルアムドで純粋な破壊力を出すために使われることがありますが、正直趣味レベルに収まっています。まあそれでもおかしい火力は出ますがね。と、まあこのようなぶっ飛んだ効果ということもあって、今後運営が油断して連携スキルの倍率がバカみたいに高いキャラを出すと、世界を滅ぼす可能性を秘めたポジションとなっています。それでは最後、お待たせしました。SS ランクの発表です。SS ランクは全3枚。まずは3位から。3位は、ココリッタ。恩恵編成で現役バリバリで活躍しているポジションです。正直、恩恵でココリッタが強いのは割と有名なので、あまり説明する必要はないと思っていますが、リセット効果の回復アップ効果も恩恵ロールとマッチしていて、無駄のない効果となっているのが芸術点が高いですね。続いて2位は、スキラ。ハベラと同じく連合作戦で狙って集められるポジションになりながら、その効果量が高く、2セットで会心ダメージとシルブレを強化。4セットで常時発動の全属性ダメージアップを持っています。ハベラと比べてバフ量が多いことと、白や黒と比べて2セット効果に発動条件がないことが非常に優秀です。正直この性能でミラポリスのガチャ、インディスのボスドロップ、連合作戦と集める機会が多いのはすごいことだと思います。アタッカーにはとりあえずスキラ4セットで OK と言える程度には優秀な攻撃型ポジションです。異能編成においては2セットで最適編成に入っている点も高ポイントですね。さあ、最後に SS ランク栄えある1位に輝いたのは誰か。結果はこちら。ゼロポジションです。その効果は2セットで装備している武器で連携スキルを打つと HP シールドを獲得する効果。4セットはシールドがある間、自身と仲間の余ダメージがアップする効果。主に恩恵で4セット効果を発動するために採用されています。はっきり言って強すぎます。壊れです。恩恵視点で見ると4セット使って余ダメアップ 28% だけと2セット効果を潰してまで枝にしてはしょぼいように思えるかもしれません。しかし強行視点で見たら装備しているポジションに加えてポジション4つ分のバフが生えてきたとなっているんだからまあ強い。しかもそれが限定ポジションを含めても最適編成に入るレベルのバフ量で現役の恩恵にも必ず採用されているとなればお前がナンバーワンだと言わざるを得ません。2恩恵または1恩恵1号機の編成であれば入るのでゼロポジションがパーティーから外れることは今後もほぼないと思っていいでしょう。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。今回は視聴者さんからの要望を受けて登場ポジションランキングを作成してみましたがいかがだったでしょうか。今後もご意見ご要望があればコメント欄に書き込んでいただくことで今回のように動画に採用することがあるかもしれません。なのでぜひ遠慮なくコメントでのご意見ご要望ご感想をお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手はひろしちょうでした。バイバイ。